半弾の場合飛んだ鳥を撃つことになるんですけど、空気銃の場合は基本的に飛んでない鳥になりますね。これがいいですね。今ので何発くらい撃てる？短くて、軽いものの方がいいのかなっていうふうに思います。はい、皆さんこんにちは。ガチャンネルののぞみです。今日ですね、宇都宮にあるガンショップ栄光さんにお邪魔してます。実はですね、今期から鳥撃ちをエアライフルでやりたいなっていうふうに思ってまして、見させていただきに来ました。いい出会いがあればもう今日買いたいなっていう思いでいますので、ぜひ見ていただければと思います。それではどうぞ。前回斉藤さんと兄の銃を購入した際に担当していただいた、ハロルドさんと吉田さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。カモの被害も結構多くて、鳥を入れたいなと思ってるんですけど、結構散弾でいくと通報されちゃったりっていうのを結構先人から聞いてて、あるあるなんですね。それでエアってどうなのかな、周りに私エア使ってる人があんまりいなくて、どういったメリットでデメリットっていうのがもしあれば、散弾でもできるっちゃできるので、もしそういうのがあれば教えてほしくて。散弾と空気銃だと、散弾の場合飛んだ鳥を撃つことになるんですけど、空気銃の場合は基本的に飛んでない鳥になりますね。でメリットとしては散弾銃よりも遠い距離の鳥を狙うことができます。例えば池とか使うのに向いてますね。なるほど。であとはやっぱり違反してないんですけど、銃声を聞いて通報されてしまうということもあるので、そういうのがちょっと避けられますかね。近隣の方にストレスにならないように狩猟ができると。重さとかってどうですか？自動銃オートだと A400 なんですけど、結構銃に振り回されてる感があるんですけど、長くて切れなかったので、重傷も。なるほどなるほど。自動銃は結構軽めの部類なんですけど、そうなんですね。空気銃は逆に最近いろいろ仕様が変わってきて、重いものも結構増えてきたりしてますし、逆に軽いのが少なくなってきてるようなところもある。そうなんだ。モデルによってメーカーによってピンキリなんですけど、どうしても、プリチャージの空気銃だとスコープをつけるっていうのがあるので、スコープの重量がどうしても乗っかってしまう。先生聞いていいですか？プリチャージって結構よく聞くんですけど、私は調べてるから分かるんですけど、多分プリチャージを分かんない人いると思うんですよ。なるほどなるほど。プリチャージって分かりやすく言うと何ですか？プリチャージっていうと、空気を溜めておく部屋がついてる空気。なるほど。日本語で言うと前もってチャージしておく、プリチャージ。それがないのもある。例えば山賊だよね。それ私読んでる。エースハンター。山賊ダイアリーさん出てくるね。あれはポンプ式ってやつで、撃つ前に直前にポンプをしてそれで撃つと。プリチャージの場合は部屋の中に空気を溜めておけば、何発も続けて撃てる。高い気圧を入れておくので、威力も出ますし、反動も少ない。ポンプに比べると反動は一緒かもしれないんですけど、スプリングってタイプなんですよね。このスプリングってタイプはバネが伸びるので反動が結構強いんです。その分命中精度を出すっていうのが結構技術的に難易度が高いところがあるので、そういう部分ではプリチャージは簡単に当てられる銃ですね。今もうメインはプリチャージなんですか？メインは今プリチャージですね。ただやっぱりデメリットとしては、定期的にメンテナンスをしてないと、中身の空気が抜けていっちゃうんですね。なんで3年に1回くらいオーバーホールっていうのが必要になったりとか。結構頻繁ですね。そうですね。更新のたびにオーバーホール。ちなみにオーバーホールっておいくらぐらいが相場なんですか？ 3万円くらい。そうですね。2万3万、安くて2万のところがあるかなと思いますけど、1年1万円の維持費管理費だと思えば安いですね。1000円くらいだからね。
確かにすぐそういう考え方するから。値段も値が張るものが多いので。あ、そうなんですね。はいはい、ちなみに相場というか、ここに置いてあるのはピンキリでいくらからいくらぐらいまでですか？大体スコープとポンプもつけてっていうことだと30万から、まあ、上は70、80ぐらい。あ、なるほど。まあ、スプリング銃は、まあ、10万以内でも買える。はいはいはいはその分難しいですけど、まあ、安いのい。でなるほど。一長一短かなって。ああ、吉田さん的おすすめは？期間でどうしてもオーリングが使ってなくても摩耗してっちゃうところがあるので、そこそこ使うんだったらプリチャージかな。なるほど。で、まあ、使わないで3年経っちゃってオーバーホールとかってなるとちょっと悲しくなっちゃいますから、ね、大変悲しい。たまに使うっていうんだったら、まあ、スプリングくらいの方が後悔しないんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほどなるほど。鳥は結構頑張りたいとは思ってるんですけど、であればまあプリチャージの方が、スプリングとかはこう体格が良くないとそもそも折ることができないですね。そんなに重いの？結構重いです。結構重いです。おお、かっこいい。かっこいい。まあ、この辺にこうなってて、そこを折るんだ。ここが関節になってる。へえ。こういう感じですね。今ので何発くらい撃てるのあ、ですかね。1回で一発です。あ、1回で一発なんですね。あ、そうなんだ。ただこうポンプ式とかは10回で一発とか大変だな。なので、それに比べるとまあ自分は使いやすいなるほど。なんか何発何回こうやったかによって距離が変わったりとかするんですよね。そうですね。あ、そうなんだ。10回が最大でなるほど。1回でも撃てるんだけど弱い。エアでイノシシの止めやってる人とかの話も聞くんですけど、そういうのもできるものなんですか？獲物の個体の大きさによって効く効かないっていうのが結構変わってきて、例えばまあ30キロぐらいの個体だったら 5.5 ミリの、まあ、そんなにハイパワーじゃない銃でも、止め刺しできると思うんですね。5.5 ミリって何ですか？5.5 ミリは、空気銃の口径ですね。以前はまあ 4.5 ミリが主流で、まあ、そこから 5.5、6.35、7.6 まで今出てますね。法律上8ミリっていうのが上限なので、まあ、実質 7.6 が法律上の最大口径。大きければ大きいほど威力が強い。威力が強いです。で、弾が重くて、ただその分、パワーがある分音も大きいですし、燃費も悪くなる。なるほど。で、弾の一発の値段も上がってきます。なるほど。で、例えばスズメを取りたいとかっていう時に 7.6 だとちょっと大きすぎるので、狩猟をする際にはもう食べるとこなくなってしまいますから、まあ、獲物に合った口径っていうのが大事になってきますね。例えば 5.5 とかだと何が多分見てる人わかんないからね、5.5 とその 6.5 と 6.35 と 7.6 にはこう第2がはいはいはい。まあ、5.5 だとヒヨドリ。ヒヨドリよく聞く山賊ダイアリーの人が食べてた。ああ、山賊ダイアリーはあれ何ミリなんですかね。なんだろうね。ハンターだよね。餌ハンター。なんかヒヨドリ、ハト、まあカモあたりですかね。あとカラスか。ああ、なるほど。で、パワーがあれば取れるかっていうと、意外とパワーよりも当たりどころの方が影響が大きいですね。だからボディとか、まあ、急所じゃないところに 5.5 当てても 7.6 当ててもある程度どうしても範囲が出ちゃいます。ああ、そうなんですね。かわいそうなことしてしまう。高確率で取ってる方は大体は急所を狙ってますね。で、 5.5 とかでも高い確率で取れちゃうので、口径も影響はあるんですけど、まあ、そこだけにとらわれず、で急所を狙える距離っていうのがあるので、まあ、100m 先で急所を狙うっていうとすごく難易度が高いですから、まあ、近づく技術っていうんですかね、そういう方が結構影響は強いと思います。なるほど。ちなみに 6.35 だと 6.35 だとヒヨドリにはちょっと大きいかなっていう感じが出てきますね。で、かえってカモとかそこまで遠くないカワウなんかにも使われますかね。ちなみにイノシシとかは使えるんですか？イノシシは口径っていうよりは結構パワーの方が
影響が大きい気もしますけど、あんまり比較が難しいんですね。そうですね、データとして比較できるところがあんまりなかったりするんですけど、お客さんの話を聞いてると、空気中のプリチャージの、威力の表記にフットポンドって単位があるんですけど、何キロぐらいの取れたよとかって話がこう聞こえてくるんですけど、大体こう空気中のパワーのフットポンドの数字と同じぐらいのサイズの鹿イノシシだったら結構使えるっていう認識が聞こえてきますね。なるほど。だから100フットだったら100キロぐらいの止まったとか。なるほど。へえ。へえ。100キロ。100キロとかですね。はい、なので止め刺しに使う方はそのフットポンドっていう威力がちょっっと重要になってくると思うんで、やっぱりこう骨がどんどん厚くなってくるのでパワーがないとそこ抜けないっていうところですね。あと止め刺しの場合、イノシシの場合だとおでこが結構寝てるんですよね。で真正面から打つとこう長弾みたいな感じで入んないで弾かれちゃうんですね。なのでこう見下ろすような形でおでこにこうそうですね、垂直に当ててあげないと。それって入んなかったらイノシシ超痛いだけ。そうですね、そうです。なるほど。もしくは、2人とかがいるんだったら1人が気を引いて横から入れてあげるっていう。なるほど。勉強になりました。結構ね、だってイノシシとかを最近やっぱエアでやりたいって聞くよね。うん、聞きますね。聞くしやってる人も。両隊でも一人見たことは私はないんだけど、その人がその矢持ってるの。もう聞いたりはするよね。この間エアで止めたとか。興味はあるんだよね。弾が安いから。そう。あと結構民家の近くでこう被害があって、その近くで罠でかけて取ろうってなった時に、すぐ隣がお家なのに朝から創薬銃っていうのがちょっと気が引けるよっていうところで空気銃でやりたいって方もいますね。アニーさんも被害に遭ってる？遭ってます。被害、畑もそうだし、だって僕らがカラスとかすげえ行く前に一人でもいろいろ調べて三段で池行って回ってたりしてたんで。で、栄光さんのホームページにある銃を見てみたいな、買おうと思ってたみたいな。ちなみに三段は結構自分がもう持ってるので、例えばミロクとかベレッタとかそのメーカーさんはなんとなくわかるんですけど、ちょっとエア明るくなくて、なんかこうメーカーさんとかその特色とかってあります？メーカーは空気銃の場合は、ね、5、6メーカーぐらいが結構メジャーですかね。国内で多分一番出回ってるメーカーっていうと FX エアガンっていうメーカーになってまして、代表格としては昔からずっと売られてたサイクロンっていう銃とか、聞いたことある。ロイヤルとか、今はなんかストリームラインとかクラウンとかっていうのが出てきてますかね。5.5 ミリから 7.62 の結構幅広いパワーのところ、いろんな商品でカバーできてるメーカーですね。特徴としては結構軽いで、うちが、デイステートとブロコックっていうメーカーの、輸入の代理店をやってるので、そうなんですね。うちではこの2つのメーカーをメインで売ってますね。であとスプリングの方でガモっていうメーカーもうちで輸入してます。他のメーカーも取り寄せて販売ってことができる。デイステートとブロコックはイギリスのメーカーで、FX と同じように、5.5、6.35、7.6をいろんなモデルで、出してますね。命中精度がどっちがいいかとかっていうの結構質問で多いんですけど、明確にどっちがいいかっていうの大体目安として、大体 50m で500円玉ぐらいには入るくらいかな。すごいですね。ブロコックに関しては、デイステートがかなりクラシカルなデザインに対してちょっとミリタリー寄りなデザイン、ちょっと黒い武骨な、好きな人めっちゃ好きですからね、ミリタリー。ところでデザイン性は
だいぶ違いなるほど、楽しみです、楽しみです。なんかいくつか見たいんですけど。お二人ともやるってことですね。はい、一応僕もやりたいなとは思ってるんですけど、はい、で私もやりたいし、兄もやり、3人で一応やりたい。なるほどなるほど。なるとまあそうですね、まあ例えば同じ銃を3つっていうなっても、用途がこう限られてきちゃうので、まあどちらかというと口径とかパワーとかをこうばらかしてやった方がいろんなシチュエーションで取れるんじゃないかなと思いますね。まあのぞみさんの場合は小柄っていうところもあるので、結構こういう長いものよりも短くて、まあ、軽いものの方がいいのかなっていうふうに思いますので、まあちっちゃくて軽いと必然的にパワーはどこまで出せないんですけど、まあ例えばヒヨドリだとか、まあ、ちょっとちっちゃめの鳥からカモぐらいまでをまあ対象に。これはなんて名前の？これはデイステートっていうメーカーのハンツマンリビアっていうですね。ハンツマンリビア。でまあ、ウッドストックで、まあ、全体的に短いコンパクトっていうのがまあ売りの一つですね。はい、こちらは 5.5 ミリと 6.35 ミリが使える。威力としては30から40ぐらい。これはプリチャージですか？これはプリチャージ。なんかタンクがね、すごくちっちゃく見えて。これがタンクですね。で、この先端にメーターがついてますね。あ、本当ですね。ライトかと思ってた。なんか空気銃っぽくない空気銃ですね。そうですね。まあタンクが最近だと大ぶりのやつも多くなってきたんですけど、まあなんかあんまりそういうの好きじゃないなっていうデザイン的にちょっと銃っぽくないっていう感じの意見も多いんで、なるほど。まあ、結構こうクラシックな銃っぽい銃っていうんですかね。一応これにはレギュレーターっていう部品がついてまして、まあ、ここにタンクがついてるんですけど、撃ってると気圧が下がっていくんですね。で例えば200気圧の時と150気圧の時で撃った時にパワーが違っちゃうよみたいな。でそれをまあこっちに200気圧入っててもこの辺でちょっと減圧して150気圧ぐらいにしといてくれる部品がレギュレーターなんですけど、はいはい、まあそれが入ってると200でも150でもある程度近いパワーで打てる。なるほど。で最近はこのレギュレーターが入ってるっていうのが結構主流になってきてます。なるほど。これはおすすめってことですか？そうですね。もう結構女性におすすめしやすい銃かなと思います。で、まあパワーも実用上十分かと思います。ちなみにお値段どれぐらいですか？お値段が最近のインフレの影響を受けて最近上がっちゃったんですね。そうですよね。今30万8000円税込み。30万8000円ぐらい。はい。税込みですね。でポンプスコープは含まれてない値段なので、まあ、ポンプスコープをつけると大体37万くらいになるかなと思います。なんか他にのもいくつか見たいです。はい。これもそうですね。ちっちゃいですね。ハンツマン以上に軽いですね。もうハンツマンがパンツマンにしか聞こえなくてパンツマンっていういそうハンツマンって言わないといけないからすいません。はいでまあストックが伸び縮みするので結構なるほどここが長くて困っちゃうって方とかは自由に長さ調節できるんで、これは取り回しもいいですね。これはなんていう銃ですか？ドロコックのコンセプト XR っていうですね。で威力はさっきのハンツマンとまあ同じくらい。なるほど。で重量はあっちより軽いんですけど、まあ重量はそうです。軽そうに見えるなんかね。まあこっちの方がこうまあクラシックなデザインだったんですけど、そうですね。なんかすごくこう対照的な感じ。こっちはちょっとミリタリーチックですね。まあ、実際空気銃にミリタリーもクソもない。なるほど。そうだよね。でもねみんな違ってみんないいじゃないですけど、
でもこれはこれでかっこいいよね。うん、かっこいいね。かっこいいよね、ミリタリー系も。まあ、同じようにここから空気入れて、一緒なんですね。でハンツマンはレギュレーターの圧力ゲージもついてるんですけど、はい、ここにですね、はいはい。こっちはレギュレーターの圧力ゲージはついてないです。なるほど。価格は30万8000円で、ハンツマンと同じ一緒の値段になってますね。で違うのはこの辺が、ハンツマンの方はダブテールっていう規格のレールがついてるんですけど、こっちは、ピカティニっていう規格。幅が、ちょっと広くて、こっちの方がこうなんていうんですかね、合成が強い印象がありますかね。なるほど。うちのスコープもピカティーニじゃないかな。そうなんだね。じゃあスコープのことを考えるとこっちのがいいんだね。そっか。ピカティニベースが今自動銃の方についてる。そうですね、確か。はい。そうか。すごく重厚感あるやつ来ましたね。こちらはデイステートのウルヴァリンハイパワー R 銃ですね。ウルヴァリン R ってよく呼んでます。で、重心が結構長いので、パワーがあるっていうのと、タンクも大きいですから、なるほど。強いパワーで、たくさん撃てるというのが特徴の銃ですね。なんか結構カタログで見るザ・エアっていうイメージがこういう感じです、私の中で。はいはい。ただデメリットとしてはちょっと長いっていうのと、長いですよね、結構重いですね。何キロくらいですか？これは 3.8。下手な3段より重いよ。ねえ、それにスコープつけるので、もっと重くなっちゃうじゃん。4.5 とか5とか。なるほど。私結構今3段オートも取り扱いがなかなか振り回されてるので、私には厳しいかな、この重厚感があるやつは。斉藤さんかな、こういう系は。そうだね、ちょっと大きめのやつはかっこいいんだけどね、すごく。ちなみにこれおいくらぐらいなんですか？53万9000円ですね。なぜ？53万、いや安いって言うけど53万9000円ってベレッタちゃん買えるじゃん。すごい。ウルヴァリンはね、すごく好きなのよいやだって好きそうだもん、斉藤さん。この模様とかがもう GRS ストックみたいなやつも好きだから。じゃあこのラミネートが結構。そうなんですよ、ラミネート好きなんですよね。ただ武骨なやつも好きですけど。のぞみさんだったらさっきの、ハンツマンとかコンセプトの方がちょっとおすすめ。なるほど、はい、わかりました。わかった、じゃあ決める。じゃあとりあえずそろそろ買うなら、そうだよね、決めてもらって。そうだよね。でも私実はもう見た時にこれっちの方、値段がね割と大事だけど、同じぐらいだったらこっちってのはもう決まってるんです。はい。グロコックのコンセプト。もう珍しいね。こういうスタイル好きなんだよ、見た目はね、すごい好きなんですけど、一番は私三段で A400 を購入したんですけど、すごくいい銃なんだよ。すごくいい銃なんですけど、重装が切れなくて、私にちょっと長くて結構苦労してるんですよ。でこれ見た時に重装の長さが変えられるって結構ね、自分に合った射撃の姿勢が取れるっていうことだから、これ誰に話してんのって感じなんですよ。なので私はもう選べるんだったらもうこっちだなっていうのをなんとなく考えながら聞いてました。はいはい、ありがとうございます。この後ってどうしたらいいですか？手続き的には。手続き的には、手帳等確認しながらこちらで、譲渡承諾書という書類を作るので、でそれとその他必要書類を揃えて警察に持っていけばいい。じゃあ今所持許可を渡してればいいですか？そうですね。はい。もうね、医師の診断書を取ってきたからね。はい。取ってきました。はい、いかがでしたはい、いかがでしたでしょうか。かりチャンネルで私と斉藤さんのエア、まずは2丁申請しました。楽しみですね。この後はもう申請の書類を作っていただいたので、許可が下りたらば私たちはまた受け取りに来ます。
はい、はい、これからもですねいろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。また私が運営しているホームページ、Twitter、Instagram 等もありますので、そちらもチェックしてみてください。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。